ご理解第33節。お供え物とおかげはつきものではないぞ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い、そこに天地人一如の世界が開かれるのです。無条件。今日はストレートフォワードといったような言葉をいただいたのですけれども、意味がいまいちよくわかりません。そして今日の身にご理解をいただき、無条件と無条件との出会いとの身にご理解をいただき、何かしらそこにつながりがあるような感じがいたします。ストレートフォワードというのは多分まっすぐに進むということでしょうかね。ストレートに。どこにストレート、何がどう、例えば変化球とかいうのがありますね。で、直球というのがありますね。その野球で言えばピッチャーがカーブを投げたりとかシュートを投げたりとか、それで三振を取ろうというわけですけれども、もう一つはその直球で勝負だと、剛速球というのでしょうか。ただもう直球で勝負をするという、この直球で勝負をするというようなことではなかろうかと思うのですね。それはやっぱり私どもと神様との間がそれこそ無条件。どこに無条件になるのか。師匠は信条と人情ということを教えてくださいました。人情では一時的には人は助かるようにあるけれども、本当の助かりではないと。信条による助かりになっていかなければならないのだと。私どもが人様の助かりを願う。しかし、その人の助かりを願うのが、やっぱり人情から助けたいと願うことがありますね。それが信条をもとにしての助かりを願うということになってこなければならないと。人情は人間の情ですね。人情が熱いという人がおられますね。信条は神様の情ですね。その人情を捨てて信条一本でいくということになってこなければ、本当の人の助かりにはならないのだということのような気がいたしますね。その人情による助かり、ちょっとなかなか分かるようで分かりにくいですね。こういう例え話はどうでしょうか。それは師匠のお父さんお母さんが夜寝るときにお布団を敷かれます。親が大変だろうからと言ってそのお布団を敷くのを子供が手伝ってやる。なるほど、親を助けているようにあるけれども、これは人情の世界だと。もう一つは親が布団の上げ下ろしをするのは日頃の運動不足を解消する一つになるのだから、これは手を出さない方がいいと。むしろ親が自分たちで布団を上げ下ろしする方が
本当を言うと親の健康のためになるのだと。わざとのように手を出さないというわけですね。信条による助かりとは後者の方だというわけです。一見するとなんと情がないというのでしょうか。それこそ冷たいような感じがいたしますね。親の布団の上げ下ろしに率先して手伝ってあげようという方が何かしら人助けをしておるような感じがいたしますけれども、実はそうではない。本当の助かりを祈る、心情的な助かりを祈るということからすれば、むしろ何かしら人品のようにあるけれども、むしろ手を出さない方が良いのだと。自分たちで布団の上げ下ろしをなさる、そちらの方がより健康のためには良いのだ。一見すると何か情がないような冷たいような感じがいたしますけれども、本当はそちらの方が手を貸さない方がいいのだということなのですね。そういう人情ではなく心情をもっての、それこそ手を出して手伝ってあげたいような気があるけれども、そこは一つ、それこそこちらの方がこらえてじっと見守る、そういういわば自分が手を出して助けるというのではなく、神様がそこに働いてくださる、神様が働かれるのをじっと見つめるというのでしょうか、祈るというのでしょうか。その人の手を、自分の手を使って助けるというのではない。そこに神様がお働きくださり、神様が助けてくださる。それをどこまでも祈るというのでしょうかね。そういう人情をもっての人助けではなく、心情をもっての神様に助けてもらう。どこまでもそこ一線一直線なのですね。そうでなければ本当の助かりにはならない。神様の願いが成就するということにはなかなかつながらないということなのですね。ちょっと何かしら一見すると人情が全くないような、それこそ師匠は人否人だと。しかしその人から見ると人否人だけれども、神様の目からご覧になると、いわば神様の情を心情一筋に生きている姿だということになるのですね。その心情をもっての人助けでなければ、いよいよ本当のことにはなってこないということなのですね。大変難しいところですけれども、人の助かりを願う、それが人情での助かりではなく、心情をもっての人の助かりを願うということになってこなければならないというのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。